春、未だ収束が見えぬ感染症。予防すべく日常生活でマスクを手放せない人々。しかし中にはいる。正しくマスクをつけられない者も。おはようです。相変わらず無駄に元気ですね。病は気から元気が一番。こう見えて僕は常日頃から鍛えているからな。初耳です。なんだ、また漫画の影響ですか。僕の拳は音を超え光を超え星すら砕く。そんなセリフないですよね。私手洗いしすぎて手カサカサでさ、指絆創膏巻いてんだよね。わかる。春なのにハンドクリーム手放せないよね。感染症マジ迷惑だわ。悪い。私こそよそ見してたから。どうした？いえ、ただ今の方愚かだなと。人間とは皆愚かなものだ。僕も貴様もな。マスクを顎にかけてやがりましたよね。ジュースを飲むためなのでしょうが、僕のボケはスルーです。あれでは顎についたウイルスがマスクに付着し、マスクを通して口にもついてしまいます。なるほど。だが通常のマスクの防御フィールドではウイルスを防ぎきれないのだろう。なら顎にかけようと一緒なんだ。バリアが突破された。確かにマスクが主に防ぐのは飛沫ですけれど、顎マスクによって余分にウイルスを吸い込む危険性があるのは事実です。ちなみに布マスクは通常のマスクよりウイルスの通過率が高いという話もある。マスクを手作りするならキッチンペーパーもあり、つまりジュースを飲みたいときはマスクに魔力を注ぎ込み空中に浮遊させる必要がある。一時的にマスクを外す際はこのようなマスクケースか何かしらパックできるものに入れるのが正しい使い方です。またスルーされたわ。しかしマスクが多いな。小日向さんも教室のような密室空間ではマスクをした方がいいのでは。僕はほらマフラーで口を隠せるからぐるぐる巻いてなんと三重の防御層だ。もう春ですよ。暑くないです。問題ない。鍛えているからな。圧倒的細腕。貧弱そうなんですが、あと覆うなら鼻までです。どうしたです？顔が赤いです。いやいや、いい香りするな。変なこと言うのです。シャンプー変えた？なんでわかるんですか。とにかくマスクをするなら鼻までです。3時間目前、休憩時間の女子トイレ。今のやつ手を洗わなかった。未だに嫌がるんですよね、ああいうの。マスクは予防の一つで、どこでも絶対にしろとは言わないです。ですが手洗いうがいは必須です。トイレで手を洗わないのではマスクをしていても意味がないです。キンキに手を染めし愚か者というわけか。また意味のわからないことを。昼休み、楽しいランチタイム。これでよしです。これがさっき言っていた聖なる加護をマスクに与え闇の力を防ぐ古の結界魔道具か。ただのケースです。雪読みのマスクケース、抗菌機能あり。使い続けてもケースがウイルスに汚染されない万能品。ところでヤヤは何枚くらいマスクをストックしてるんだ？8枚です。足りるのか？これは抗菌ガーゼマスクといって手洗いして繰り返し使い上がるマスクです。もちろん洗っても抗菌効果は消えないです。そんなものが転生システムというやつだな。違うです。じゃあ普通のマスクも洗えば。それはダメです。普通のマスクは洗って使える性能ではないです。中にはそのまま使い回す人もいますがバッチリです。それならマスクしない方がマシです。何よりも大事なのは清潔感。今の行為もアウトです。出たな、マスクポリス。何ですかその通り名は。で、何がアウトだって？マスクを外して指で口の周りをかいたことです。なぜそれがアウトかわかるですか？僕にもわかるぞ。人間の指には空気中を舞う暗黒のマナエネルギーが付着している。それが口についてしまうからだ。マナエネルギーではありませんが、まあ正解にしてやるです。せっかくマスクで防いでいてもあれでは意味ないです。そもそもかゆいところを描くこと自体が良くないですが、かゆいから描く結果押し寄せるさらなるかゆみ、ありがちなミス。どうしてもかゆみという名の呪いに耐えきれなかった時はかゆい箇所を冷やすです。もしも描くなら手を清潔にしてからでしょうか。とにかく目や口など体内に通じる部分をあまり汚い手で触るべきではないです。敵軍の侵入を許してしまうわけだな。はい。ということで今回はマスクでの感染症予防において気をつけてほしいポイントをご紹介しました。なおマスクケースは動画の説明欄にリンクを貼っておくのでチェックしやがれです。皆さんマスクを上手に活用して感染リスクを抑えましょうね。